29身の上話。ここで一つ変わっているのは、私たちがほとんど少しも現世時代の思い出話をしなかったことで、もしひょっとそれをやろうとすると、何やら口が詰まってしまうように感じられるのでした。で、自然私たちの話は死んでから後の事柄に限られるようになりました。私が真っ先に聞いたのは、夫の死後の自覚の模様でした。あなたがこちらでお気がつかれた時はどんな塩梅でございましたか？わしは実はそなたの声で目を覚ましたのじゃ。と、夫はじっと私を見守りながら、ぽつりぽつり語り出しました。そなたも知る通り、わしは自刃して当てたのじゃが、この自殺ということは深海の掟としてはあまり褒めたことではないらしく、自殺者は大抵皆一旦は暗いところへ置かれるものらしい。わしもやはりその仲間で、死んでからしばらくの間何事も知らずに無我夢中で日を過ごした。もっともわしのは敵の手にかからないための、いわば武士の作法にかなった自殺であるから、罪は至って軽かったようで、したがって無自覚の期間もそう長くはなかったらしい。そうするうちにある日ふとそなたの声で名を呼ばれるように感じて目を覚ましたのじゃ。後で神様から伺えば、これはそなたの一心不乱の祈願が首尾よくわしの胸に通じたものじゃそうで、それと知った時のわしの嬉しさはどんなであったか。が、それは別の話。あの時は何を言うにも辺りが真っ暗で、どうすることもできず、しばらく腕をこまねいてぼんやり考え込んでいるより他に道がなかった。が、そのうちうっすりと明かりがさしてきて、今日送ってきてくだされたあのおじいさんの姿が目に映った。どうじゃ、目が覚めたか。そう言葉をかけられた時の嬉しさ。わしはてっきり自分を救ってくれた恩人であろうと思って、お名前はと尋ねると、おじいさんはにっこりして、そちはもはや現世の人間ではない。これからわしの申すところを聞いて、十分に修行を積まねばならぬ。わしは産砂の神から使わされたそちの指導者である。と申し聞かされた。その時わしははっとして、これはもうぐずぐずしてはいられないと思った。それから何年になるか知れぬが、今では少し誘拐の修行も積み、明るいところに一軒の家屋を構えて住まわしてもらっている。私は夫の素朴な物語を大変な興味を持って聞きました。ことに私の生存中の心ばかりの祈願が、首尾よく有名の境を越えて夫の自覚のよすがとなったというのが、世にも嬉しいことの限りでした。入れ替わって今度は夫の方で、私の経歴を聞きたいということになりました。私は今ちょうどあなたに申し上げるように、杞憂後のあらましを物語りました。私が生きている時から霊視が効くようになり、今では座ったままで何でも見えると申しますと、そなたはなんと便利なものを神様から授かっているであろう。と、夫は大変に驚きました。また、私がこちらで愛馬に会った話をすると、あの時はそなたの希望を入れないで、勝手な名前を付けさせて大変にすまなかった。と、夫は丁寧に詫びました。その他様々のことがありますが、中んづく夫が非常に驚きましたのは、私の竜宮行きの物語でした。それはとんでもない面白い話じゃ。どうもそなたの方がわしよりも資格がずっと上らしいぞ。わしの方が一向ぼんやりしているのに、そなたはいろいろ不思議なことをしている。と言って、大層私を羨ましがりました。私も少し気の毒気味になり、すべては御霊の関係から役目が違うだけのもので、別に上下の差があるわけではないでしょう。と慰めておきました。
私たちはあまり話に身が入って、すっかり時の経つのも忘れてしまいましたが、ふと気がついてみるとどこへ行かれたか。二人の神さんたちの姿はそのあたりに見当たらないのでした。私たちは期せずして互いに目と目を見合わせました。